こんにちは、狼子です。さよです。シティスカの続きだよ。今の人口は5350人。エコを投げ捨てて金策に走り始めていたね。持続可能な社会のためだよ。さて、早速だけど土地を買って町を広げるよ。天然資源は、今の町には青い鉱石と緑の森林があるね。あとは黒い原油と黄緑の農地だね。原油が右下に見えるから、右か下に伸ばすといいのかな。その方向で考えてるよ。あとは下のタイルで林業するか、右のタイルで農業するかだよ。農業しようよ農業。その心は、ご飯が美味しければ毎日が幸せ。じゃあ川の向こうになるけど、右のタイルを買おうか。これで右のタイルも肉球ヨークのものになったよ。早速開発に向かいたいけど、町の入り口が渋滞してるね。町を出入りする車が全部ここを通るからね。財政も安定してきたから道路を太くするよ。しばらく検討タイムです。と検討していたら病院を建てろと言われてしまったよ。いつ建てれるようになったのか全然覚えてないね。診療所の大きいバージョンなのか別にやった方がいいのかもわからないけど、緊急時にヘリが使えるみたいだし建てておこうかな。ちょうど渋滞中だもんね。まだ使える人間さんは再利用しないと。言い方、元の作業に戻るよ。道を太くするなら公園が邪魔になっちゃうね。この世界では公共施設は移転できるよ。それは便利。じゃあいよいよ道路をアップグレードだ。2車線道路に歩道もあって、街路樹が騒音を抑えてくれるから、公害も控えめな道路だね。でも道幅が変わってるのが気に入らないね。片側3車線の道路にして、これでよし。ここのボトルネックは解消されたね。あとは問題が起きた場所から直していこう。次は川を渡る橋を架けるよ。水上に道を引けば橋になるんだね。橋が渋滞することは明らかだから、最初から片側3車線の道路で作るよ。なかなかの建造費だね。離れた拠点を立ち上げるのは大変だ。高速道路からの引き込みを観察するみこちゃん。道路がまっすぐなら組み込みの交差点を使えそうだけど、道が曲がってるから使えないんだよね。だから企画化は大事なんだね。操作方法を確認しながら最低限の引き込みをするよ。人の温かみのある道路だ。いずれきれいに作り直したいね。でもまずはこっちの開発をしてしまおう。相変わらずジオーバーが伸び放題だね。手を止めて考える時間がないよ。地区を農業特化にしたら電気と水道を引き込んで、これで農業が始まるはずだよ。地区の名前はアンバー地区。琥珀のように綺麗な穀物が取れるといいね。琥珀のように中に虫が入ってるよ。さて、農場がたくさんできたのはいいんだけど、農場で働く人がいないね。労働者がいなくて農場が廃業するありさまだね。また伸びきっている緑の需要バーに応えないとね。ということで、急ピッチで居住区画の整備が始まります。農業は土壌汚染はほぼないようだけど、騒音には気をつけて。だいたいこんな感じかな。それでもジオーバーは消えません。クリアまでずっと消えない気がするよ。この辺りも農業向きの土地だけど、住宅に回さないといけないかもね。
あ、でも落ち着いてきたね。人が増えると仕事が増えて、仕事が増えるとまた需要バーが伸びるよ。無限ループって怖いね。と、ここで次のマイルストーンを達成。人口7500人。大きな町。開放要素は地下鉄に IT クラスター。条例もいっぱいだね。あとは高密度住宅に高密度商業、それからオフィス区画だね。高密度ってことは、同じ敷地面積でもたくさんの人が住めるんだね。あ、ゴミ焼却場だ。他にも大学に刑務所。いろいろ増えてるね。刑務所は犯罪者の更生施設だね。これがないとずっと警察署に居座って血税でカツ丼を食べるみたい。カツ丼を食べるために犯罪する人が増えちゃうよ。それは困るから早速刑務所を設置しよう。画面上部の市民 SNS で思想の強いメッセージが流れてるよ。刑務所に移住希望の皆様だよ。次はゴミ焼却場を設置するよ。今まで全部のゴミをリサイクルしてたんだよね。埋め立てるだけじゃすぐいっぱいになるからね。でも処理性能はリサイクルセンターの倍止まりで、維持費上はリサイクルセンターと風力発電をそれぞれ建てる方がいいね。現実的にはリサイクルできないゴミもあるはずだから、ちょっとは燃やすのが自然じゃないかな。フレーバー重視としておこうか。次は高密度住宅を建てるよ。ターシー車向けの集合住宅って感じだね。建築の様子を観察するよ。ターシー車向けなのに駐車場のバリアフリーが完璧すぎる。そういえば駐車場って認識するのは初めてかも。皆さん路上に停めてらっしゃいますので。完成。1階につき4部屋の6階建てだね。4×6 で24部屋だね。今後は街が大きくなるだけじゃなくて、人口密度も上がっていくね。最後は大学を建てるよ。さすがに大きいね。効果範囲も大きい。対岸まで届いてるよ。そういえば、川の向こうには学校は置いてないよ。労働者として教育を受けてない人の需要が結構あるんだよね。小学校を出ただけで教育過剰とか、極端なんだよね。あまり不自然な状態が続くなら、もっとでの調整も考えるよ。ともあれ、これで教育は最大まで伸ばせそうだね。といったところで、下手くそ聖地を眺めながら、今回はここまでです。平坦にするつもりがえぐれちゃった。コメント、高評価、チャンネル登録などしていただいた方はありがとうございます。ではでは、またね。